皆様、こんにちは。私は2500年前、領寿戦にて釈尊が法を説いた、その場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経上布教菩薩本来20をお届けいたします。この章は、私自身、とても好きな章の一つでもあります。この章では、釈尊が一人の菩薩の姿を通して語られます。その菩薩の名は、上布教。彼は、どんな相手にも敬いの心を持って接し、決して人を見下したりしない、と語り続け、すべての人が、仏となる可能性を紐解いてくれます。それは、特別な誰かに対してだけ敬うのではなく、どんな相手に対しても、敬う心の尊さを説いてくれるのです。そして何と言っても、この上布教の生き様が、私たちの心に深い感動を届けてくれることでしょう。それでは、どうぞ最後までお付き合いください。その時に、釈尊は、特大聖菩薩摩訶薩にこう告げました。特大聖よ、今からそなたに伝えることを、しっかり知っておくのだ。もし出家、在家を問わず、法華経を信じ、受け持ち、実践する者に対して、もし、誰かがその者たちを見下し、悪口を言ったり、罵り、誹謗するようなことがあれば、その者が、背負う、罪の重さは、先ほど伝えた通り、計り知れぬものとなるであろう。反対に、法華経を受け持ち、真に修行する者が得る功徳は、それもまた、先ほどまでに説いてきた通り、その者の六根、目、耳、鼻、舌、身、心は、仏の知恵によって、すべて清らかに澄み渡るであろう。特大聖よ、よく聞くがよい。遥か遠い昔、数えることも測ることもできないほど果てしなく、想像すら及ばないほど、気の遠くなる、年月、無量無辺不可思議野草技巧という、とてつもなく長い時間を遡った過去に、一人の仏がおられた。その名は、四王如来という。そのお方は、大具、小変地、妙行足、善税、世間下、無常寺、上五上部、天人師、仏、世尊という、あらゆる十の称号として称えられていた。その時代の名は、理水と呼ばれ、国は、大乗という名であった。その、四王という仏は、かの世において、天や人、そして、阿修羅たちのために法を説かれなさった、尊い仏である。正門の道を求める者には、それにふさわしい、四体の法、九体、実体、滅体、動体を説いて、生老病死という苦を救済し、究極の涅槃へと至らせ、また、縁起を悟り、自らの知恵で真理に至る薬師仏を目指す者には、十二、因縁、無明、行、式、名式、六入、即、樹、愛、主、う、小、老子の道理を明かし、世の中の因果の流れを理解させて、目覚めさせ、さらに、菩薩道を歩む者たちに対しては、最高の悟り、九多羅三脈三菩提を得るために、それにふさわしい6つの修行法、六波羅蜜である、伏せ、自戒、ニンニク、精進、禅定、知恵を説き、仏の知恵を完全に極めさせていたのだ。と、釈尊は、特大聖菩薩摩訶薩に告げました。特大聖よ。この四王如来の寿命は、40万億、那由他語賀舎号にも及ぶ想像を絶するほどに長いものであった。その仏が説かれた正しい教えが、称号として生きる時代は、一つの世界、縁部台にある微塵の数ほどもの長き間、世にとどまり、その後の造語として、教えが生きる時代もまた、視点下に満ちる微塵の数ほどの長き間、人々に受け継がれていった。そしてその四王如来は、無数の衆生に利益を与え終えた後、しばらくして静かに涅槃へと入られたのだ。時が流れ、称号も造語としても、尊い教えが、この世から消え去った後、なんと、この国土に再び仏が現れることがあったのだ。
その仏の名もまた、祇園の如来といい、その称号もまた、大具、小変地、妙行足、善税、世間下、無常寺、上五上部、天人師、仏、世尊、という、先の仏と全く同じ尊き称号をお持ちであった。このように、次々と繰り返し、2万億もの仏たちとなった。皆、その名を同じく、祇園の如来と称されていたのだ。だが、最初に現れたその祇園の如来が滅度なされて、称号が失われた後、増坊の時代に入った時、そこに現れたのは、教えを真に理解せず、自らを誇り、我と欲でまみれた、増上慢の出家者たちであった。彼らは、大きな勢力となり、仏の本意から離れた者たちであった。その時に、一人の菩薩の出家僧が世に現れ、その名を、常不教と言った。徳大生よ。では、なぜ彼は、常不教と名付けられたのか。それは、この出家僧である、常不教菩薩は、生涯を通じて、もっぱら目にする、すべてのものに対して、または、出家する、者、在家の者に対して、誰彼構わず、ひれ伏し、礼拝し、心から称えて、この言葉を伝えていた。私は、あなたたちを深く尊敬しています。決して、あなたたちの存在を軽んじてはいません。なぜなら、あなたたちは皆、菩薩の道を行じて、未来において、必ず仏となるべき、尊いお方たちなのだから、と、このように伝えていたのだ。しかも、この出家僧である、常不教菩薩は、もっぱらにして深く経典を、読受もせずして、ただひたすらに、人に対して礼拝し、賛嘆することに、その身と心を捧げていただけであったのだ。たとえ遠くに、刺繍を見かければ、その都度、自ら出向いて、礼拝して賛嘆して、この言葉を伝えていた。私は、決して、あなたたちを軽んじてはおりません。なぜなら、あなたたちは皆、未来において、必ず仏となるべきお方だからです。と。だが、詩集の中には、こういった常不教の行動と言動に対して、心に怒りを起こし、濁った心の者たちもいた。彼らは口を尖らせ、悪口や罵詈雑言を浴びせ、この知恵も何も備えていない愚か者の出家僧め、一体どこから来て、我らを見て、私は、あなたを軽んじていない。などと言って、私らのために、未来に仏となり成就するだろう。などと授けてくるとは。私らは、このような嘘やまやかしの呪気を、誰が受け取るものか、と、悪口や罵詈雑言を浴びせたのであった。このように、幾年にもわたり、ずっと、罵詈雑言を浴び続けられる日々が続いたが、彼は、怒らず、嘆かず、反論もせず、ただ一つ、変わらぬ言葉で、あなたたちはいずれ、必ず、仏となりましょう。と。常不教が、この言葉を伝えるとき、ある者は、杖や棒、瓦や石などを用いて、常不教を打ち叩くようなこともあったが、それでも彼は、それを避けて走っては、遠く離れたところから、なおも声を高らかにして叫んだ。私は、決して、あなたたちを軽んじたりはしない。あなたたちは、皆、未来において、仏になる、お方なのだから、と。その言葉を、何度も何度も繰り返していたこともあり、増上慢の出家者や、在家者たちは、彼のことを、常に軽んぜず、と言った、常不教と名付けたのだ。その常不教の命が、いよいよ尽きようとしたとき、天より声が響き、虚空の中で、かつて、祇園の如来が説いた法華経の2億1000万億の下が耳に届き、彼はそれをしかとすべて聞き、法の教えをすべて受け取り、心に刻み、信じ、受持したその瞬間、彼の目は清らかに澄み渡り、耳は真理を聞き、鼻、舌、身心、六根すべてが、仏の知恵によって清められ、六根清浄を成し遂げたのだ。常不教が六根清浄の功徳を得た後、さらに寿命は200万億那由他という年月もの増薬を受け、広く世の人々のために、この尊き法華経の教えを説き伝えることとなった。
かつて、増上慢であった刺繍であった者たちで、彼を罵倒し、彼を見下して、上不教と呼んだ者たちは、今や、上不教が持つ、その偉大なる神通力や、巧みに法を解く力、饒舌弁力、静かにして揺るがぬ大いなる心、大善弱力が備わってるのを目の当たりにし、彼の言葉に耳を傾け、彼の歩みにようやく気づき、ついには、その者たちは皆、信じ、敬い、ひれ伏し、従うこととなったのだ。さらにこの上不教という菩薩は、また多くの千、万、億の人々を教化して、九多羅三河脈三菩提、仏の悟りへと導いたのだった。この上不教が命を終えた後、彼は2000億もの仏に出会うことが叶い、それらの仏は皆、道月灯明如来という名であった。上不教は、この仏の教えの輪の中で、最も仁能なる法華経を説いていった。彼のその行が、種となり、実となり、彼は、またさらに2000億の仏に出会うことができた。これらの仏は、すべて、雲自在灯如来と名乗られていた。上不教は、この諸仏の法の輪の中で、法華経を深く受け止め、たゆまず読み、声に出し、多くの刺繍のために、この法華経の経典を説き続けたことによって、その結果、彼はすでに、目、耳、鼻、舌、身、心、となる、六根清浄の功徳を得ていたため、刺繍の中で法を説くにしても、もはや何も恐れることはなくなったのだ。特大聖よ、この大いなる上不教菩薩摩訶薩は、このように、数えきれぬほど多くの仏に出会い、心から礼拝し、深く敬い、重く尊い念を持ち、惨憺を惜しまなかったのだ。彼はいつも良き種を植え、功徳を積み重ね、さらに後には、千、万、億という、計り知れぬ数の仏と出会うことが叶い、またその諸仏に囲まれた教えの輪の中で、この法華経の経典を説き続け、功徳を満たし、ついには、仏となることができたのだ。と、釈尊は、上不教について語ったのでした。特大聖よ、そなたの心に疑いはあるか？その時の上不教菩薩とは、果たして誰だったのか。実は、その時の上不教菩薩こそ、他ならぬこの、私なのだ。もし、私の過去世において、この法華経を、授事し、読受し、ただただ一人でも多くの者に説き続け、説くことをやめていたのであれば、すぐには、この仏の悟り、九多羅三脈三菩提を得ることは叶わなかっただろう。私は、過去の仏たちの中において、この法華経を、授事し、読受し、人々のために説き続けたがゆえに、速やかに仏となることが叶ったのだ。特大聖よ、その時の刺繍である、出家者や在家の者たちは、怒りや憎しみの心で、私を見下したり、侮ったことによって、200億号もの間、一度も、仏に出会うことができず、正しい教えを聞くこともできず、葬儀に巡り合うこともなく、そして、戦後もの長き間、阿鼻地獄で、言葉では尽くしがたいほどの大きな苦しみや悩みを受けていたのである。だが、過去の過ち、人を見下した罪をすべて償った後で、彼らは再び、上不教菩薩に出会い、仏の悟りに至る教えを受けることができたのだ。特大聖よ、そなたの心に問おう。その時の、渋の衆で、いつもこの上不教菩薩を侮り、見下していた者たち。その者たちは、一体誰であろうか。実は今、こうしてこの絵座に集っている、弟子の脱羅原をはじめとする500の菩薩たち、弟子の獅子月をはじめとする500の出家僧たち、弟子の西仏をはじめとする500の在家者たちで、今皆が、九多羅三河脈三菩提、最高の悟りを目指し、揺るぎない不退転の決意で精進を重ね、仏道に励もうとして、こうして集っている者たちなのだ。特大聖よ、よく覚えておきなさい。この法華経は偉大なる数多くの菩薩たちにとって非常に大きな利益となり、彼らを仏の悟り、
無上昇等学へと導いていく力を持っているのだ。だからこそ、多くの偉大なる菩薩たちは、私が入滅した後には、常にこの経典を受け持ち、読受し、解き明かし、書き写して、多くの人々や、さらには、後世の人たちへ広く伝えていくべきなのだ。と、釈尊は、特大聖菩薩摩訶薩に向け、伝えました。その時に、釈尊は、さらにこの意味を伝えようと思い、下にして告げました。かつて、遠い昔、一人の仏が現れた。その皆を、祇園の如来という。この仏は、限りない神仏の知恵を備え、あらゆる存在を正しく導かれた。天の神々も、人々も、竜や諸々の神々も、こぞって供養し、その徳を称えたのだ。しかし、その祇園の如来が入滅された後、やがて世は、乱れ、正しい方も失われようとしたその時、一人の菩薩が現れた。その名を、常不教と言った。その時代、詩宗たちは、仏法に触れながらも、なお、自らの理解にとらわれ、教えの言葉にとらわれ、真の道を見失いかけていた。そんな中、常不教菩薩は彼らの元を訪ねては、静かにこう語りかけた。私は、あなた方を軽んじません。なぜなら、あなた方は仏道を行じて、皆、やがて仏となられる方々だからです。と。常不教菩薩の言葉を聞いた多くの者たちは、彼を信じようとはせず、侮り、罵り、怒りを向けていた。だが、常不教菩薩は、それらすべてを黙って受け止め、決してひるまず、決して怒らず、ニンニクの心を持って、その身に向けられた非難を受け入れていたのだ。やがて、かつての業の貨つき、命の終わりがいよいよ近づいた時、彼はこの尊き、法華経の教えを、ついに耳にすることができた。常不教の六根、目、耳、鼻、舌、身、心は、すべて、清らかとなり、六根清浄を得たのだ。神通の力を賜ったことにより、彼は、寿命増薬の功徳を得て、こうして彼は、再び人々のために、この、法華経の教えを、惜しみなく説き広めていった。教えにとらわれ、真意を見失っていた者たちも、皆、菩薩の導きによって心を開き、ついには、仏の道に邁進するものとなったのだ。こうして、常不教菩薩は、その生涯を終え、彼は、無数の仏たちに巡り合い、この尊い教えを深く学び、この経を説き続けたのだ。この経を説き広めたことにより、計り知れぬほど大きな福徳を得て、その積み重ねた功徳を備え、速やかに仏の道を成し遂げたのだ。この時の常不教とは、実はこの私であったのだ。当時の支部の宗の中の教えにとらわれている者たちは、常不教が伝えた、あなたたちは未来で仏になります。という言葉を聞き、その言葉を耳にしたことが縁となり、彼らは多くの仏と出会うことができたのだ。そして、その者たちとは、この法会に集っている菩薩たちや、500人の修行者たち、そして、支部の出家、在家を問わず、清らかな信心を持って、仏の教えを求める者たちよ。今、まさに私の目の前で、深くこの法を聞き入っている。他でもないあなたたち自身だったのだ。私は過去世においてこの者たちを励まし導き、この法華経という最も尊き法を聞き受け入れるよう勧め、心を開かせ説き示して人を導いてきた。滅度しては幾度生まれ変わっても、私は世々においてこのようにこの経を守り伝え、人々を真理へと導いてきたのだ。億億万号という果てしない長い時を超えて、この長い時を経てようやくこの尊い法華経の教えを聞くことができ、億億万号という果てしない長い時を超えて、この長い時を経てようやくこの尊い法華経の教えを聞くことができ、諸仏世尊と呼ばれるあらゆる仏たちは、あるべき時にこそこの法華経を説き示されたのだ。だからこそ、修行を行う者たちよ、未来の世で、この経に出会う者たちよ。
如来の滅後において、この法華経を耳にしても、決して疑惑を生じてはならないのだ。心を一つに定め、ためらうことなく、この尊き法を広く、世に語り伝えてゆくのだ。そうすれば、そなたたちは、生まれ変わるたびに必ず仏に出会うことができ、ついには、速やかに仏の道を成し遂げるであろう。と、釈尊は、特大聖菩薩をはじめとする、多くの者たちに向けて、上布教の下を伝え、この章は、幕を閉じました。いかがだったでしょうか。今回の妙法蓮華経上布教菩薩本第20では、どんな人の中にも仏となる尊い可能性があることを身をもって信じ続けた一人の菩薩、上布教の姿が描かれていました。この章で釈尊は他者を決して軽んじてはならないこと、そして心からの敬意を持って礼拝するという行いこそが最も真の皆仏道修行であると説かれています。相手の中に仏性を見出し、それを信じ抜くことが、やがては自らの功徳をも育んでいくのです。上布教菩薩は、恥ずかしめられても、打たれても、あざけられても、決してひるむことなく、一人一人を仏として礼拝し続けました。その姿はまさに、慈悲とニンニクを身に帯びた実践者であり、言葉ではなく、行動によって、仏の教えを体現されたのです。そして、釈尊が法華経に託した根本の教えこそ、すべての人が仏となる、一仏上の真理です。老若男女、貧富や立場にかかわらず、どんな人も仏への道を歩むことができる。だからこそ上布教菩薩は、出会うすべての人を仏として礼拝し続けたのです。その姿は、一仏上の教えを命がけで生き抜いた、尊い証そのものでした。私たちもまた、日々の暮らしの中で、無意識に他者を見下したり、拒絶したりしてしまうことがあります。あるいは、自らの宗教や宗派に執着し、異なる教えを排除するような心が芽生えることもあるかもしれません。けれども釈尊は、この章を通じて、そうした心には、我や欲による増上慢が潜んでいると示されました。そして、すべての人の中に仏がいると見る眼差しこそが、仏道の原点であると教えてくださったのです。仏道とは、知識や修行を積むこと以上に、人を敬うという、まっすぐな心を持って、日々を歩むこと、その一つ一つの実践が、仏への道へとつながっていくのです。だからこそ、私たちも、目の前の人々を、かけがえのない仏の姿として敬い、また、自らの宗教や宗派という、私たちの小さなこだわりを超えて、互いを尊重し合い、礼拝し合う社会を築いていきたいと願います。それこそが、釈尊がこの章に込められた、決して人を軽んじてはならないという、深いメッセージであり、妙法蓮華経の真理、一仏上の教えに根ざした、すべての人に向けられた慈悲の眼差しなのではないでしょうか。それでは、本日の動画はここまでです。今回は、妙法蓮華経、上布教菩薩本第20についてお話ししました。次回は、如来人力本第21の深い教えについてお話しします。もし、この動画が皆様の心に響いたら、ぜひ、チャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。